皆さんこんにちは。今回はインテル第2世代の i5-2500K で OBS 配信ができるか検証してみました。 OS は Ubuntu を使用し 2PC 構成で行います。サンディブリッジの方に OBS をインストールし、左のゲーム用 PC を録画配信します。配信専用 PC を用意することでゲーム用 PC の負担を軽減し、ゲームパフォーマンスを向上させることができます。また、ライブ配信の安定性も向上します。重たいゲームの実況配信をする場合におすすめの構成です。Ubuntu のインストール方法、キャプチャーボードの接続については別動画で解説しておりますので、概要欄からご覧ください。果たして、2011年の CPU でOBS スタジオを使うことはできるのでしょうか。まず録画設定の検証を行い、それから配信をやっていきたいと思います。配信設定だけ見る場合は、5分後16秒からご覧ください。録画の検証内容ですが、CPU の挙動を5種類の映像エンコーダで比較し、サンディブリッジに最適な映像設定を決定します。画質の比較は行いません。ビットレートは YouTube の推奨ビットレートに準拠します。画質は 720p、30fps から始め、徐々に上げていきます。画面の見方ですが、左から OBS スタジオ、CPU 使用率、GPU 情報、温度情報です。それではスタート。最初は AOMAV1 です。CPU 使用率が 70% を超えています。RX6600 は AV1 に対応しており、ハードウェアエンコードのはずですが、随分 CPU 使用率が高いですね。次は H264 です。問題なし。次はHEVC です。HEVC は H265 とも呼ばれ、H264 の後継規格で圧縮率が2倍となっており、ファイル容量が節約できます。次は SVT-AV1 です。AOM-AV1 と同様、CPU 使用率が極端に高くなり、落ちました。次は X264 です。CPU エンコードですので CPU の負担は大きいですが、最も高画質と言われています。CPU 使用率のグラフを並べてみました。AV1 の2つが随分急激に動いており、他は安定しています。次にラデオントップを並べてみます。おやおや AV1 の2つは GPU 使用率とメモリークロックが X264 と同じくらい低いですね。ということはソフトウェアエンコードなのか？ RX6600 のスペックを確認すると AV1 のデコードの記載しかありません。Windows に切り替えて OBS を開くと H264 と HEVC だけに AMDハードウェアとついています。AV1 の2つはハードウェアエンコードと思っていましたが、ソフトウェアエンコードでした。RX の6000番台は AV1 ハードウェアエンコードに対応していないようです。というわけで CPU 負荷の高い AV1 エンコードは除外します。続けていきましょう。画質を 1080p にビットレートを 8Mbps に上げて計測します。H264、HEVC、X264、すべて問題なし。次が最後です。1080p、60fps、12Mbps で計測します。H264、HEVC ともに問題なし。X264 はCPU 使用率が80から 90% 台ですが、温度は50度を超えていないので問題はありません。
ただ、80% を超えるのは好ましくないので、除外します。残ったのは H264 と HEVC ですが、特に変わりがないため、ファイルサイズの小さい HEVC の方に決定。画質ごとの比較をしてみます。HEVC のハードウェアエンコードでは、画質を上げても CPU 使用率は 40% 以内にとどまっており、余裕があります。結論として、HEVC H265 がサンディブリッジで使用するには最適な映像エンコードとさせていただきます。最後に、この設定で録画したファイルを再生して、検証を終わります。では、続きまして OBS の配信設定を行い、ゲーム実況環境を作っていきます。ウェブカメラとマイクを PC に接続し、ソースから映像キャプチャデバイスを選択。名前は自由に変えられます。カメラが選択されていることを確認し、各項目を設定しましょう。映像フォーマットは5種類ありますが、使用書を見ると、モーション JPEG と YUI2 に対応しています。YUI2 はないですね。とりあえず全部試してみます。2番目の YUYV はカクカクです。他は違いがよくわかりませんので、モーション JPEG にしておきます。解像度は 1080p、フレームレートは 30fps までのようです。マイクの方は音声入力キャプチャを選択しましょう。製品名を選択します。声を出してメーターが動けば接続成功です。次にソースを追加編集します。ゲーム画面に加えてカメラ映像のワイプを設置していきます。複数の映像入力がある場合、ソース項目の上から順に優先的に表示されます。ウェブカメラを一番上にした状態で画像をクリックして大きさを変更し、好きな場所に設置して完成です。次に出力設定を行います。設定から出力タブ、出力モード詳細、配信と進みます。映像エンコーダは録画で継承した HEVC を使用。あとは YouTube 配信の推奨設定に従います。次に映像タブから解像度を設定します。出力解像度を 1080p、FPS 共通値を 60fps にします。次は配信タブです。サービスは YouTube、サーバーはプライマリー YouTube インジェストサーバーを選択しましょう。ストリームキーを取得をクリックすると YouTube にジャンプしますので、ライブ配信のページからコピー&ペーストしましょう。ちなみに Windows 版ではこの画面でアカウント接続という項目があります。クリックすると Google の画面が出ます。ログインして認証を終えると接続完了です。すると配信開始ボタンの横に配信の管理が出てきます。タイトルや説明の編集ができるようです。この機能は Ubuntu では使えないのでちょっと羨ましいですね。では Ubuntu に戻りまして配信してみましょう。 YouTube の作成アイコンからライブ配信を開始をクリックします。するとこの画面に出ます。右側の編集ボタンでタイトル、説明等の編集ができます。OBS 側で配信開始ボタンを押すとライブ配信が始まります。ところが開始してしばらく見ていてもライブ配信画面に何も映りません。開始から30秒程度で映りました。一旦終了して YouTube チャンネルからこのライブ映像を見てみます。
まあ、そこそこの画質ではないでしょうか。ただ、ところどころラグが見られます。配信時の CPU 使用率、GPU 使用率には余裕がありますので、パソコン側ではなく、回線速度の問題だと思われます。遅延やラグは、解像度、フレームレート、ビットレートを下げることで、改善ができます。解像度を最低の 696×392、10fps、1Mbps でやってみましょう。遅延は9秒程度です。ラグはありませんが、ひどい画質です。分割して表示しているので、まだマシに見えますが、全画面だと悲惨です。お使いの回線速度に合わせて、画質を調整していただければと思います。また、遅延を受け入れてしまう方法もあります。OBS の設定から一番下の詳細設定に入り、遅延配信を有効にするにチェックを入れましょう。遅延の幅は調整できます。初期設定は20秒です。YouTube 側では、ライブ配信の遅延の項目で、通常の遅延を選択します。最高画質で行います。20秒ちょうど遅延が発生しますが、画像が安定し、ラグは改善しています。おそらくチャットも20秒遅延するので、リアルタイムで視聴者とやり取りはできません。交流をしないスタイルの配信であれば、ありなんじゃないでしょうか。配信設定の解説は以上です。ハードウェアに関しては、i5-2500K と RX6600 であれば、フル HD で高画質なライブ配信が可能であることが分かりました。古い CPU を使う場合は、ハードウェアエンコードに対応しているグラフィックカードを選び、CPU の負担を減らすのがポイントです。ただ、この RX6600 は GPU 使用率 20% 台、VRAM 使用率 7% ですので、明らかにオーバースペックです。予算的には3万以上するので、もったいないですね。そういうわけで、グラフィックボードなしの方法も見ていきたいと思います。CPU エンコードの場合、録画の項目で見てきたように、i5-2500K では、いささかスペックに余裕がないので、3.7GHz から 4.6GHz にオーバークロックしてみます。最高画質で、遅延設定は有効です。CPU 使用率は 70% 台。温度は最高60度です。実用に問題はありません。とは言っても、オーバークロックはリスクが高いので、もう少し上の CPU を通常クロックで使用するのが無難だと思います。作業はこれで終わります。いかがでしたでしょうか。2011年の CPU で無事に OBS 配信を行うことができました。Windows 11非対応の CPU は2025年10月以降、オンラインで使用できなくなりますが、Linux であれば使い続けることが可能です。この世代の PC をお持ちの方は試してはいかがでしょうか。設定のまとめです。あくまで i5-2500K と RX6600 を Linux で使用した場合の一例となります。Windows や Mac をお使いの場合や NVIDIA や Intel の GPU をお使いの場合は異なる部分が多々ありますのでご注意ください。以上です。この動画が皆様のお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。